回は私のデスク周りをご紹介します。私は現在フリーランスのエンジニアとして働いていて、一日の大半をこのデスクで過ごしています。映画やアニメを見たり、ゲームをしたり、お仕事や動画編集をしたり、仕事も遊びも快適に過ごせるようにこだわった私のデスク周りをぜひご覧ください。使用しているアイテムは概要欄に記載しておりますので、気になるアイテムがあればぜひチェックしてみてください。それでは早速ご紹介していきます。では早速大きなインテリアからご紹介していきます。ゲーミングチェアはスカイさんのものを使用しています。お値段は16,000円で比較的お安いんですけど、座り心地がふかふかしていて、フットレストもついているので、長時間座っていても快適に過ごすことができています。購入される際の注意点として、このゲーミングチェアが結構高さがあるので、デスクによっては突っかかってしまって椅子を奥までしまえない可能性があります。で、私も天板の裏に HDMI の切り替え端子をつけているので、ここで突っかかってしまってこれ以上しまえない状態になってます。デスクは IKEA で購入した 140cm×60cm の天板と同じく IKEA のアレックスという引き出しを組み合わせて使っています。こちらはセットで15,000円ほどで購入しました。天板の大きさはこんな感じです。私は27インチのモニターを横に置いて、24インチのモニターを縦に置いて、これくらいのサイズ感になっています。続いて普段使用しているデバイス類をご紹介していきます。まず私が普段使っている PC は M1 Pro チップの MacBook の14インチのものを使用しています。で、こちらを使って普段動画編集をしたり、お仕事をしたり、ゲームをしたりしています。この MacBook が HDMI ケーブルだったりとか、あと SD カードの端子がついていてすごく便利です。で、動画編集やゲームをしていても特に重くなることなくサクサク使えています。で、PC を載せているスタンドがボヤタのもので Amazon で購入しました。で、こちらがしっかりしている分かなり重たくなっているので、お家で使う方におすすめです。続いてモニターが、私は2枚ともデルのものを使っています。この大きなメインモニターが27インチのもので、横に縦で置いているサブモニターが24インチのものになります。モニターは2枚ともこちらのモニターアームに接続しています。モニターアームはエレゴトロンのものがすごく有名だと思うんですけど、めちゃくちゃ高かったので、私は比較的安価なイギーのものを使っています。安いんですけど、動きもスムーズですし、見た目も白とシルバーでスタイリッシュで白デスク環境にとても合うので満足して使っています。で、私はこのデスクの天板の裏に HDMI の切り替え器をつけています。このボタンを押すことで MacBook とスイッチの画面を切り替えることができるようにしています。で、モニターの下にはスイッチを置いています。このスイッチはもともと黒色のものなんですけど、シーインでケースを購入して白く変えました。で、これ、なんだっけこれ。スティックの部分も、肉球のカバーをシーインで購入してつけました。で、デスクの奥に置いているこの電源タップ、こちらがテッサンのものになります。テッサンの電源タップはいろんな種類が発売されてるんですけど、すべて白とグレーで統一されているので、白デスク環境を使っている方にはとてもおすすめです。で、続いてこちらがキーボードとマウスになります。キーボードは以前動画でも紹介したユンジーのものになります。見た目がとっても可愛くって打鍵感もとてもいいのですごく気に入って使っています。で、私は MacBook を使用しているんですけど、キーボードによってライティングのカスタマイズができないことが多いんですけど、このキーボードはショートカットキーで15種類のライティングを楽しむことができるのでとても気に入っています。で、マウスはロジクールのトラックボールのマウスを使用しています。トラックボールに変えてから手首を動かさないので腕が本当に疲れづらくなりました。
で、最初はトラックボールって使うのが難しそうだなって思ってたんですけど、使ってみたら全然1日で慣れました。で、このマウスはボタンが2つついてるんですけど、それぞれにショートカットキーを割り当てることができて、私はコピーとペーストを設定しています。で、こちらの雲型のアームレストがシーインで購入したものになります。ロジクールさんから似たような、全く同じ形のアームレスト出てると思うんですけど、シーインだとすごい安く買えたので、シーインのものを使ってます。続いてデスクの正面の壁に IKEA で購入した有効ボードを設置しています。で、有効ボードに同じく IKEA で購入したフックだったりとかトレイをつけて、スイッチのコントローラーとヘッドセットを収納しています。コントローラーは Amazon で3500円くらいで購入したものになります。見た目がスケルトンで可愛くって、でこんな風にライティングもついているので、とっても可愛くて気に入ってます。ヘッドセットはレーザーのバラキューダ X を使っています。このレーザーのピンクが大好きで、完全に見た目で購入したんですけど、音質もとってもいいですし、取り外し可能なマイクがついていて、リモート会議とかでマイク音質も綺麗と言っていただけているので、機能性もいいと思います。ここにある耳元のボタンで音量を調節したり、ミュートのオンオフができるのがとても便利です。その他の有効ボードの小物類は後ほどご紹介します。続いてこのデスクの左側に置いているのが iPad になります。私は iPad Pro の11インチの第2世代を使っています。普段 Kindle を読んだりとか、サムネイルを作ったりとか、あと英語の勉強したりとかするときに使っています。で、英語の勉強するときにノートと参考書とインターネット検索はこの iPad1 台でできるので、とても勉強が効率的になりました。なので、もし社会人の方とかで資格勉強している方がいたらすごくおすすめです。で、こちらの iPad を立てかけていた PC スタンドが Amazon で購入したものになります。こちらがすごく重さがあるので、パソコン2台置いておいてもしっかり支えてくれます。で、見た目が結構 MacBook のシルバーと似ているので、MacBook 持ってる方はすごくマッチして良くなると思います。続いて、小物のインテリア類をご紹介します。先ほどご紹介した IKEA の有効ボードに置いている小物類からご紹介していきます。まず一番左下に置いているデジタル時計、こちらがシーインのものになります。この時計がいろんなお店から似たようなものが出てると思うんですけど、私が見た限りだとシーインのものが一番安かったです。確か800円くらいで購入しました。で、その上に置いているのがブリーチの EX 店で購入したポスターカードになります。私がブリーチが大好きなので、このデスクの左側にもブリーチの原画を飾ってます。その横にフェイスローラーとかハンドクリームとか小物類を入れています。で、私がデスク環境を白とピンクでまとめるようにしているので、こういった小物類もピンクのものを見えるところに飾るようにしています。で、その上に置いているのがシーインで購入したうさぎのぬいぐるみとハート型のミラーです。で、その横にうるせえやつらのラムちゃんのキーホルダーを飾ってます。有効ボードはこんな感じです。私がこのデスクの裏側に LED テープをつけています。こちらがスイッチボットで購入したものになります。このスイッチボットのものはスマートフォンのアプリから色が自由に変えられるのがとてもお気に入りのポイントです。これが今白で、青だったりとか赤、オレンジとかいろんな色に変えられます。で、最後にデスクの一番左端にドリンクホルダーを置いています。こちらも Amazon で購入したものになります。で、私が多分空間認識能力がめちゃくちゃ低くて、すぐに飲み物をぶつかって倒してしまうので、このドリンクホルダーを購入してからすごく快適になりました。で、一応このドリンクホルダーがこんな感じでヘッドセットをかける場所もついてるんですけど、
我が家は猫ちゃんが遊んでしまうので、このヘッドセット掛けは使ってないです。はい、私のデスク周りはこんな感じになります。今回は2024年度版の私のデスク周りをご紹介しました。今後もどんどんデスク周りをアップデートしていきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録をして次回以降の動画も見ていただけたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。